今回はソフビ盛りでエルフ耳を持ってみたいと思います。電熱ペンを使ったソフビ盛りですと、こういう部分のソフビ盛りが結構簡単にできるんですね。一つ難点があるとすると、表面処理が結構大変かなと思うんですけども、盛り自体が綺麗にできれば、表面処理もそんなに大変じゃないので、では実際ちょっとやってみたいと思います。耳に盛るソフビをどうやって用意するかっていうと、一つはアイホールのカットしたソフビ片を使うっていう方法と、オープンタイプを買った場合ってそれが出ないので、このヘッドキャップからちょっと拝借するっていうやり方があるんですね。最近のヘッドキャップってこの柔らかタイプっていうもので、ヘッドとちょっと硬さが違うんですね。で、ヘッドキャップのソフビをあんまり持ったことはないんですけど、柔らかいとソフビ盛りと表面処理がやりにくい可能性があるので、やりやすさを試すために、向かって右側がヘッドキャップのソフビで持ってみて、こちら向かって左側がアイホールのカットしたカット片で耳を持っていって、どういう違いがあるかっていうのもちょっと比較できたらと思います。ヘッドのどこら辺がいらないかっていうと、ですね、ここの上下左右はですね、こうヘッドを当てた時に、重要なポイントだと思うので、ここですよね。こういう部分。この部分からソフビを少し拝借します。とりあえずこのぐらいあればいいかな。ラプシャンの耳はですね、そんなに尖ったエルフ耳じゃないんで、これぐらいか、もしくはもう少しで足りるかなと思うんで、で、足りなければ、ここの辺とここの辺とここの辺からも取れますし、もっとここ側ですね、ここ側からも取れるんで、ヘッドキャップからはソフビ盛り用のソフビが取れます。じゃあ、あとですね、どうやって持っていくかってとこなんですけども、一番ベストなのは、全部きちんと溶かしながらここに持ってくっていうのがいいんですけど、それもめんどくさいのでですね、本当はこう、耳の形に尖らせたソフビ片を持ってくっていうのが、いいとは思うんですけど、ちょっとそれをやってみましょうか。ここら辺に盛る感じですね。こんな感じで盛ると。で、あと形を整えたり、足りない部分はさらに盛ったり、削ったりしていこうと思います。前回の動画でですね、このペン先がメモリ4だと結構焦げが早かったんで、3.8 から3.7とか、そのぐらいがいいと思います。3.8とか3.7で焦げやすいとしたらもっと低くしたり、ちょっと溶けづらいという時はもう少し温度を高くして焦げない温度を探された方がいいと思います。今回はセミフォアですね。で、こういう大きなところをですね、ソフビ盛りするときって、どっか一点をですね、一回くっつけるんですね。例えば、こういうところですね、一箇所。この部分を、しっかり一回持っといてですね、くっつけちゃうんですね、一箇所。一点だけ。この間の動画の通り、この耳側もしっかり溶かして、盛るソフビとしっかり溶け合うようにですね、やります。一時的に耳の形がちょっといびつになるんですけど、それは後できちんと形を整えてあげると。で、軽くこんな感じでついたら、こっちの反対側ですね。反対側もこれしっかり留めてあげて、こんな感じで
軽くくっついたら、これを全体的に整えていくって感じですね。この接合面をしっかり溶かしてあげとくっていうのが後々の処理の表面処理のやりやすいのにかかってくるんで、こうやってペン先をググッと奥に押し当てて中まで溶かす感じ。裏からもしっかり溶かしてあげます。裏面は見えなければ溶かさなくてもいいと思うんですけど、ポロってやった時に取れちゃう可能性があるんで、溶かしておいた方がいいと思います。じゃあこれである程度くっついたんで、これで形をですね整えていこうと思います。こんな感じですね。こんな感じ。ウィッグを乗せた時に少し耳先がこう見えるように外側にですねちょっと向けるようにしたいと思います。今内側向いちゃったんで、これをもっと外側に向くように持ってきます。ここからはですねしっかり中が溶け合って隙間ができないように持ってくんですけど、今ですねこの裏面を溶かして、この裏面のソフビを表側にこう来るようにやってます。あんまこれやると綺麗じゃないんですけどね。前回の動画でも紹介したように、こまめにペン先をティッシュペーパーとかでヘッドに色が移らないようにですねした方がいいと思います。形的にここを削らなければいけないような場合は、ナイフじゃなくてですね、これで電熱ペンでカットしてあげると楽ちんです。こんな感じで。ちょっとこれ持ってみますね。今カットした側鼻片を持ったんですけど、これ持った場合はしっかりですね全体を溶かしてしっかり混ぜ合わせないと隙間が空いて表面処理がやりにくくなっちゃいます。結構ですねヘッドの表面を触るので、ティッシュかキムワイプとかで貼ってですねマスキングテープでちょっと留めてみました。これで引き続き作業していこうと思います。まだまだ形はいびつなんですけど、こんな感じでですね盛れました。大きいソフビ片を持ったんでですね、ソフビ時間はそんなに経ってないです。これ多分10分か15分ぐらいでこのぐらいの形が出せたんで、あとはですねこういうソフビ片を細かく切ったものをですね持っていって形を整えてあげればいいかなと思います。アイホールのソフビ片から使ったもので、こっちも持ってみたいと思います。これアイホールの形を耳の形に沿ってですねカットしてみました。また同じようにですねこんな感じで留めて持ってきます。同じようにこの境目からですねしっかりくっつけてきます。ここさえしっかりくっつければ結構処理楽だと思うんで、反対側もソフビ片がくっついたんで、これで形を整えていこうと思います。こんな感じで持ってみました。まだ表面がですね結構汚いんで、もう少し表面を慣らしてからですねヤスリがけをかけてみようかと思います。表面の凸凹を残しておくと、ヤスリがけでですね凸凹を取るって意外と難しいんですね。こうやって表面をですね溶かしながら慣らして、ある程度の凸凹を取ってからヤスリがけをした方がいいですね。ヤスリがけしながらでも全然いいと思うんですけど、やけどしたカスが色がついてしまって、そのカスと一緒にソフビ盛りすると徐々に汚くなってしまうんで、私がやるときはなだらかにした後にヤスリがけで、ヤスリがけした後に一回ヘッドを洗ってですね綺麗にしてからもう一回なだらかにするとか、そういうことをやっています。そうすると比較的綺麗な状態でソフビ盛りができますのでおすすめです。でこの耳のシワはですね今回は見送って、またいつかの機会にですねちょっとチャレンジしてみようかなと思います。
最後のこの表面処理をする前にですね、V カラー専用シンナーで綿棒を使って表面をですね、なだらかにしてあげるんですね。最後のケバケバのですね、処理するときは、これを塗ってあげるといいと思います。これを塗った後に、800番ぐらいのヤスリでですね、ちょっと削って光沢をなくしてあげるぐらいで、いいと思います。1000番ぐらいでもいいかもしれないんですけど、この部分化粧しないので、このテカテカのままでもいいと思うんですけど、これでほとんど終わりですね。ウィッグをセットした感じはこんな感じです。耳はそんなに大きくですね、盛らなかったんで、さりげない感じでラプちゃんの耳のサイズを意識してました。なのでですね、ウィッグをかぶせるとあんまりですね、表に出ません。こんな感じで。ウィッグがかぶさっちゃうんで、耳が見えないんですね。なので耳を見せようとするんでしたら、もう少しウィッグをですね、ペターンと貼り付くぐらい、加工して、耳の先を見せるか、もう少し耳の大きさを大きくしてあげるといいと思うんですけど、ラプちゃんはこんなぐらいの耳のサイズなんでちょうどいいかなとは思ってます。で、今回やってみてですね、思ったんですけども、耳の形に合わせたソフビ片を作ってあげると、森の量が少なくなるので、すごい盛る時間がですね、少なく済みました。こちら側はですね、どうでしょう。柔らかヘッドっていうのもあるかもしれないんですけど、多分2、30分ぐらいでできたんじゃないかなと。こっちはですね、そもそも形が違うのと、厚さが違うのと、で、森が結構あったんで、1時間半ぐらいかかりました。なので、もっとですね、大きな耳を作るんでしたら、こういう大きなソフビ片を用意して、耳の形に加工して、それを持った方が、トータルの作業時間が短くなるかなと思いました。盛りながらやっていくと、結構意外と大変なんですよね。だからアイホールを加工する時もそういうことがもしかすると言えるのかもしれないですね。こちらのヘッドキャップのソフビは意外と加工しやすかったんで、アイホールのソフビ盛りをするときにヘッドキャップのソフビを持って加工したらどれだけちょっと楽になるかっていうのをまた比較動画を作ってみようと思います。電熱ペンはこういったソフビを持ったりですね、あと削ったりするっていうのがとてもやりやすく、ちょっと試してみようっていうのでも気軽にできるのでですね、本当この電熱ペンっていうのは本当万能じゃないかなって私は思ってるんですけど、次はソフビを薄くする、この首のあたりのソフビを薄くするっていうのをちょっとチャレンジしてみようかなと思ってるんですけど、うまくできなかったら動画にはならないので、いろいろまた考えてですね、動画作っていこうと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。バイバーイ。